9月の声を聞くと宮司さんは急に忙しくなります。毎年9月14、15の2日間、泉州地方のトップを切って岸和田でだんじり祭りが行われるからです。だんじりはちょうど出汁を大きくしたようなもので、重さはおよそ4トン。源平合戦や太閤記など精巧な彫刻で飾られています。今年も30台のだんじりが祭りに参加します。どここぼれとけよ。いけいけいけ。だんじりの屋根の上で踊る大工方は祭りの花形です。1週間もかけて作った練習用の屋根をロープでつって毎晩のように特訓が行われます。朝吉こと原田義継さんの本職は大工さん。高いところはお手の物のはずですが、こうして踊れるようになるまでには8年もかかりました。だんじりの屋根の高さは4メートル。練習用の屋根もそれに合わせて作られていますが、最初は誰でも足がすくんで立つこともできないそうです。面白いことしたらが。飛行機乗りの別名を持つ若野慶三さんはこの道20年。厳しい指導で知られる大先輩です。若野さんの登場で練習場も一段と熱気を帯びてきました。
泉州名物カニ祭り、自慢のだんじり見においで、カニが取れ出す頃、岸和田の町では祭り気分が一段と盛り上がります。祭りを待つ気持ちは大人も子供も変わりません。どの町でも毎日のようにだんじりの点検整備を繰り返します。そしてその後は決まったようにだんじり自慢に花が咲きます。まあね、窓見てくれ。でそれとだんじりの台に彫ってる彫り物、これが大木田城の一番自慢するとこや。こういうようなね、結局彫り物彫ってるだんじりは岸和田おろか近辺のだんじりで一台もない。大木田城の宝、大木田城の旗印としてるとこや。これ大木田城としては岸和田一ということで自慢してる。やったねー、その通りや、その通りや。ああ、うちのなんじゃか、これはもうええ色してますやろ。天保10年の制作でね、大修理はしたけれども、この彫り物は全部天保10年の作ですね。ここまでこの彫刻を持ってきたちゅう、うちの町の先輩の努力というのは大したもんでさ、骨董品的価値のあるだんじですね。栄光の技術と、それからまた保存の心がけというものがこれは大事ですわ。なかなかうちの町内はこぞってこのだんじりというものを町の宝として大事にやっております。だからこそこれ岸和田一っていうかもう日本一ですよ、このだんじりは。まあうちのだんじり見たっとくなあれ、岸和田では一番でございます。うちのだんじり林、岸和田ではただ一つ保存しております。17種類から18種類いただいております。これは岸和田でございません。飯太鼓を後で紹介します。祭り太鼓で世に迎えられ、祭り太鼓に送られて世を去る。こんな言葉もあるほど、だんじり祭りは岸和田の人々の生活と切っても切れないつながりを持っています。数ヶ月前から胸の高鳴りを抑えつつこの一瞬をお待ちなさっておられた皆様方、元気よく引き出しをいたしましょう。9月14日、祭りは朝6時の引き出しで始まりました。漁船の上でカニが帰ってきたと話してくれた烏野さんも法被を新調して祭りの列に加わりました。全国に散らばっている岸和田出身の若者たちもこの日のためにほとんどが帰郷し、だんじりを引きます。
毎日厳しい練習を続けてきた大工方の原田さんも待ちに待った晴れ舞台だけに一層力が入ります。重さ4トンのだんじりが見事に曲がります。祭りに参加する人たちの気持ちが一つにならなければだんじりを自由に走らせることはできません。だんじりを引いておられる方にお願いします。走らないようにしてください。走らないようにしてください。大通りから裏通り、歓声とともにだんじりは岸和田の町中を走り抜けていきます。貧血ですわ。照りつける日差しと祭りの熱気で倒れる人が続出。救急車の出動回数は普段の5倍にもなりました。270年の歴史を持つだんじり祭りは今もこの町の人々の心を結ぶ絆になっているのです。岸和田のだんじり祭りが終わり、泉州に取り入れの季節がやってきました。今年の秋の深まりはいつになく早いようです。